はい。全国民に現金10万円給付、特別定額給付金の2回目、給付までの流れということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、給付金について新しい情報が出たら知りたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいています。給付金の情報が出たらすぐに知りたい。あるいは給付金の申請始まったらできるだけ早く申請をしてできるだけ早く給付されたい。あるいは給付金の申請始まったら確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方はぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただくことができるようになります。早速いきたいと思います。この全国民に現金10万円給付特別定額給付金の2回目って何ということなんですけど、もちろんこの特別定額給付金の2回目、全国民に10万円給付するようなその給付金っていうのはまだあるかないかっていうのは当然分かってないんですけども、ただそれの実現するシナリオということについてのその可能性をここまでの動画で何本かでお話しさせていただいてきましたけれども、それが実現に少しずつ近づいてきた。ただ実現なかなか今回はしなかったというところと、今回のこの結果を受けてですね、今後の実現する可能性のシナリオというところについて検討していきたいなというふうに思います。で、今予算の審議が終わって、もともと特別定額給付金の2回目のような現金10万円給付、こういったものを実現しないかということについては、もうこの予算の審議が終わったので、与党と協議をするっていうところはもうだいぶ落ち着きましたので、今後もしこの現金10万円給付っていうのが実現するとなったら、この後ですね、与党と協議して実現するようなタイミングが来た時に、可能性が出てくるというところになります。もともと10万円給付が実現すると思っていたシナリオということについてお話しすると、もともとこのチャンネルの中でも1年、もしくは2年ぐらい前からお話をさせていただいていることですと。そもそも我々一般的な国民が生活費が上昇しているのに、給料が増えないっていう現状があって、生活が苦しいと。なので、コロナ禍にやったような給付金やってというふうなことを思う、我々一般的な国民が増えてきたと。で、ただ、政府としては国難じゃないのでしませんと。コロナ禍のような国難じゃないとしませんというふうに言ってましたと。前の首相、岸田さんが言ってましたね。で、ただ我々国民としては、いやいや何言ってんのと。で、誰か実現してくれないかなっていうふうなことで思っていたっていうことですよね。で、この国民民主党っていうのが、この10万円給付っていうのをもともと掲げていましたと。インフレ手当として全国民に10万円給付っていうのを掲げて、しかも最近議席数が増えてきてると。で、今後も増えそうだと。すごい人気のある政党でしたと。で、その前回の衆議院選挙の前、自民党と公明党で過半数を持っている、衆議院で過半数を持っているといった状態の時でも自民党と政策協議とかをしていたと。なるほどと。立憲民主党とか維新はそういった政策協議をしているっていうふうな状態になかったので、じゃあ国民民主党は与党に少し近いというか、政策協議ができるような政党なので、今後議席を増やすということになった場合に、この自民党、公明党が過半数を割ってですね、この野党の話も聞かなきゃいけないっていう状態になった時に、政策協議をしてくれて、この10万円給付、実現してくれるんじゃないかな。インフレ手当10万円給付ってことで掲げてるし、議席も増えそうだし、自民党と政策協議してる。10万円給付実現するかもということで思ってました。で、実際に選挙に突入して、自民党が大敗をしたと。で、与党が過半数割れをして、で、国民民主党が4倍増の28議席も獲得したと。これは10万円給付実現するんじゃないかなと思っていましたが、実際は実現しませんでしたと。で、それは主には2つ理由があります。で、1つは、この今回の結果で、自民党と公明党と政策協議をして、国民民主党が政策を実現するというふうに思ってたんですけれども、国民民主党はこのあくまで野党なので、この与党側、自民党と公明党はどの野党と組むかっていうのを選べてしまうんですね。どの野党と組むか、あるいはその野党と組むにしても、その飲む政策を、いや、こういうふうにやりたいんだよねとかっていうふうにちょっとずつ変えてしまうわけですね。なので、その与党と協議できても、もともとこの、自分のこの政党、例えば国民民主党がその3党目として、協議のこの中にですね、その掲げる政策っていうのを飲んでもらえるとは限らないと。
他にも野党がいるので選ばれてしまうということですね。しかもその選ばれた野党であっても、その政策の中身っていうのは、変えられてしまうと。例えば維新にしても、もともと望んだ内容で必ずしも 100% 実現したっていうわけではないんですけれども、今回自民党と公明党と、維新の方で、政策協議をして、維新の案を、大半を飲んで、そして、予算の賛成に回ったというふうな形ですね。なので、国民、蓋を開けてみたら、この協議するのは国民民主党だけじゃなかったっていうことですね。野党もやっぱりいろんな政策があって、それをそれぞれ実現したいので、与党と協議をしていくということもあります。で、与党はどの政党と組むかっていうのを選べてしまうっていうことがあるので、結局のところ、この与党にならないと政策の実現、難しい。選んでもらえる野党になるっていうのはもう、それこそ、その与党の気分次第っていうところもありますし、しかもその内容もぶらされると。内容をちょっと変えられるっていうふうなことがあるんで、そもそも与党にならないと無理っていうことが分かりましたと。で、あとは、二つ目、政策ぶれたら無理っていうのは、これは、この提案をする野党側の話なんですけど、国民民主党っていうのはもともと全国民10万円給付だったり、あるいは消費税減税っていうのを、掲げていましたと。党の二大政策として、党の政策の柱として掲げていましたと。ただ、前回の衆議院選挙、去年の10月の衆議院選挙、躍進してこの4倍増、28議席になった時の、この選挙で掲げたのは、国民の手取りを増やすということで、基礎控除の引き上げ、あるいはガソリン税の暫定税率の終了ということで、それを掲げて躍進したっていうことがあるので、その政策にフォーカスして今回の与党との審議ではそこを提案せざるを得なかったということですね。で、政策ぶれたらっていうのはその国民民主党のことです。その10万円給付を掲げる政党がその10万円給付を実現したいっていうその政策を選挙のたびに違う政策を持ってきて、その選挙の中でフォーカスしないっていうことになったら、結局は選挙後、議席が増えたとしてもですね、結局その10万円給付っていうのは前回の衆議院選挙では、メインとしてフォーカスしてませんので、今回の政策協議では挙げませんと、議題に挙げませんっていうふうなことになってしまったっていうのがあります。これが正直なところだと思いますね。結局与党にならないと無理というところと、その10万円給付の実現を目指すような政党が、その選挙のマニフェストとして10万円給付を掲げなかったら、それはその後の政策協議、与党との政策協議でも掲げてもらえないと。だから政策がぶれるような政党だったらちょっと厳しいってことですね。で、国民民主党に電話して確認したところ、本部の人は、この10万円給付というのはなくなったわけじゃないですけれども、この選挙で躍進したきっかけになったのは、つまり手取りを増やす、基礎控除の引き上げだ。103万の壁の突破だということなので、それにフォーカスして今は行きたいんだ。次元的な問題。つまり今目の前の優先順位としては、この基礎控除の引き上げってところにフォーカスしたいというふうなお話でした。なので、10万円給付っていうのは、もちろん党の政策として国民民主党はなくなってないと思うんです。なくなってないとは思うんですけども、優先順位がありますっていうふうな話をしたら、なくなったとは言わないですけども、なくなったに近いようなことだと私は思ってますと。なので、その選挙のたびに、この新しいことにフォーカスして、これを優先順位高くやっていきますっていうふうに言えば、もともと掲げていたこの政策っていうのは実現しなくても、いや、党の政策としてはありますけれども、ただ優先順位ですっていうふうに言えば済む話なんで、どんどん実現する可能性が低くなっちゃうと。テーブルに上げてもらえないからっていうことですね。なので、政策がブレたら無理っていうのはもっと細かく言うと、この選挙のたびに掲げるこの政策がブレる、変わると、優先順位が変わる。そこでフォーカスするものは、今回の選挙ではこれですよっていうものを新しく持ってくる場合、それを例えば政策がブレるというふうに言うんであれば、政策がブレたら無理というふうな形になると。じゃあどうしたらいいかということが、今回のこの1年2年の中で分かってきました。つまり10万円給付もともと挙げていても、その選挙で新しい政策をですね、ブラッシュアップして持ってきましたというふうなことで更新しちゃうようであれば実現しないというところと、野党で議席をいくら伸ばしても与党にならないと、与党に選ばれちゃうってことですね。その政策を組む、その野党を選ばれちゃうっていうことと、その組んで実現しますって言った内容もずらされちゃうってことですね。つまり与党にならないと無理。この2つがあると。与党にならないと無理。政策がブレたら無理。っていうことは分かりましたと。じゃあどうすれば実現するのかと。全国民10万円給付が実現する唯一のシナリオっていうことで、これをそのままひっくり返した形ですよね。政策がぶれない10万円給付を掲げる政党が与党にということですね。
で、あるいは直近の選挙で10万円給付を掲げる政党が与党になるということですね。例えば、令和新選組、後で説明しますけれども、政策ぶれない。10万円給付かける年間で4回。これを掲げていてぶれないです。ずっとこれを掲げていて、今回のこの与党との予算の協議の国会の中での代表質問、令和新選組の代表質問でも、いの一番に10万円給付のかける年間4回というものを挙げていますと。きちんとそれを推していてぶれないということですね。で、そういう政党が与党になると。令和新選組が与党になるか、あるいは国民民主党が直近の選挙、例えば次の衆議院選挙とかですね、その選挙の中で、この10万円給付っていうのを掲げてもらってですね、党の政策にありますっていうことじゃなくて、今回の選挙でこれにフォーカスします。10万円給付にフォーカスして、要は、国民の皆さんのやりたいことを実現していきますっていうふうに掲げてくれるということがあれば、その政党が与党になるということがあれば実現が近づくということですね。与党になれるのかということで、国民民主党28議席、令和新選組 9議席なんですけども、まだまだ勢いがあるんで、この議席数っていうのは今後、伸びてくる可能性もありますと。で、参議院選挙の議席っていうこともあるんですけど、やっぱり予算の審議メインは衆議院なんで、衆議院でこのいかに議席を増やすかと、28議席、9議席を増やしてくるかっていうところがポイントになりますということですね。それには国民の支持と、この政党、国民民主党あるいは令和新選組が全国に、立候補者を擁立すると。全国的に立候補者を立てないと、比例だけではなかなかちょっと限界があるので、小選挙区でそれぞれ、国民がそういった10万円給付を実現してくれる政党に投票したいという思いを受け止められるようにですね、全国の小選挙区に国民民主党、令和新選組が、立候補者を立てるということになって実現が大きく近づいてくるというふうなことがありますと。実現を目指す給付金のこの政策の中身、国民民主党、令和新選組のこの10万円給付の内容ですね。国民民主党、インフレ手当として全国民を対象に10万円給付ということを謳っています。令和新選組、インフレ対策の、全国民を対象にした10万円の給付、それを年で4回、季節ごとに行うと。そういった給付を行うということを政策の柱にしています。春、夏、秋、冬で10万円ずつ給付するということで、年間40万円給付するということを掲げていますと。さあ、そして、その給付をしている政党の動き、この2党の動き、国民民主党、令和新選組、どういったような動きをしているかということですね。この10万円の給付の実現を目指す政党に直接電話して聞きました。この国民民主党伺ったところ、インフレ手当10万円の給付を目指すということを、当然、党の政策としてはありますと。ただ、今は手取りを増やす103万の壁に注力ということで、これ年末ですね、お伺いしたときそういうふうなお話でしたということです。で、3月の頭に、こういった、この手取りを増やす103万の壁の協議というのはある程度落ち着いたところで、伺ったところ、参議院選挙に向けてのマニフェストについては、何を入れるかっていうのは1ヶ月ぐらい前に出すというふうな話でした。ここですね。直近の選挙で10万円給付掲げる政党が与党に、国民民主党が次の選挙でぜひこの10万円給付っていうのをマニフェストに掲げてほしいなというふうに思っています。で、それから令和新選組。令和新選組も年末にお伺いしたところ、10万円給付の年間4回というのを実現目指していきますと。今は国に頼っているばかりで世の中にお金回ってない。だから成長していかない。10万円給付。コロナ禍しか出してないよと。海外はもっと出した。消費税も減税したと。だから国が積極的にお金を出すとか減税していくってことが、国民生活を向上させるために必要なんだと。それでこそ経済回っていくんだっていうふうなお話でしたと。そして同じように3月の頭に、今後参議院選挙でどのようなものをフォーカスしていきますか。国民民主党と同じように聞きました。うちは絶対にブレませんと。で、おそらく1ヶ月前ぐらいにマニフェスト出しますけれども、前回の衆議院選挙でも結構ギリギリだったんで、今回もわかんないですと。で、じゃあどれぐらい擁立しますかと。このさっき言った全国の立候補者、全国に小選挙区とかに擁立することが大事ですよねっていうふうなところがあると思うんですけれども、この政策の実現にはですね、必要だと思うんですけれども、何人立候補者しますか。国民の支持も今ありますよね。立候補者どれぐらい出すんですか。それも私が知りたいぐらいですと。何人立候補するかも、今のところまだ出てきてませんと。ご対応者様が熱くですね、絶対にぶれませんということと、あと丁寧にすごく教えていただきました。で、この国民のこの10万円給付やってほしいという声は、圧倒的になってます。今までアンケートをこの
チャンネルで何回か撮らさせていただきました。で、合計で、8942票、8942人の方に、このアンケートについてご投票いただきました。本当にたくさんご投票いただきましてありがとうございます。で、その3つのアンケートの中、いわゆるどういった給付金、あるいはどういった政策が実現してほしいですかっていうことに対して、8942人中7705人、約 86% の人が、この全国民1人10万円給付金やってほしいというふうなところでした。そのうちの一つのアンケートですけれども、この1月の末ぐらいからやってるこの2763票、今現在で投票いただいているこのアンケートに対しては 86% の人が、視聴者の大半の方がですね、全国民10万円給付金やってほしいと。消費税の減税103万の壁引き上げ、いわゆる将来かかる所得税を減らすとか、あるいは目の前のものを買うということにかかるこの税金が減るということではなくて、目の前のものを買うお金が欲しいと。何よりも全国民10万円給付を実現してほしいというふうに言ってます。全国民10万円給付が実現してほしいといったような理由の代表的な5つ挙げました。この動画、たくさん出させていただいて、全国民10万円給付についてコメントを本当にたくさんいただいてます。で、コメントを全部まとめてですね、何千もあったんですけども、集計しました。で、一番はとにかく今の生活が苦しいと。物価が上昇して給料が目減りしているっていう現状の厳しさから、すぐに使える現金が必要ですと。先ほど言ったように、何か物を買うときにかかる税金とか、あるいは将来かかる所得税が減りますということよりも、その目の前の支払い、例えば、食費に使う、スーパー行って物を買う、そういったお金、あるいは電気代、ガス代、家賃とかそういったものにも、支払う、その目の前のお金がないですよと。なので自由に使える10万円給付金が欲しいといったようなことですね。で、例えば低所得者とかあるいは年金生活者、そういった方に給付するのもいいけれども、理解もあるけれども、ただやっぱり一般的な我々国民も苦しいですよということで、広い層にメリットがある全国民を対象にしてやってくれというふうな声が上がっているということですね。この今お話しさせていただいたように10万円給付金っていうのは全国民を対象にコロナ禍にありましたと。で、その時にあった給付金っていうのは全国民を対象にしているので、どの人も所得制限なく受け取れたというふうな形です。最近例えば低所得者向けとか、そういった給付金っていうのは何年か続けて出ているんですけれども、やっぱり全国民に向けてやってほしいというふうな声が上がってます。全国民10万円給付、こういったお話ずっとさせていただいてきて、最初にお話したようにこのストーリーだったら実現するんじゃないかということで、国民民主党が躍進をして議席を増やして、まさに自民党、公明党と与党と政策協議するようになりましたと。ただ政策協議するんですけども、与党も与党で、じゃあそのどの野党の案を飲むかっていうのを選ばれてしまったということですね。あるいは国民民主党に関しても、もともと10万円給付とか消費税減税というのを掲げていたんですけども、今回の選挙では、基礎控除の引き上げ、あるいはガソリン税の廃止というところを狙っていった。そこにフォーカスして、選挙で議席を伸ばしたので、そこを訴えていきます。優先順位高いですよということになりましたと。なので、結局与党にならないと思っているような政策が実現できないということと、その選挙ごとに掲げる政策っていうのが非常に注目だということですね。その選挙でどういった政策を掲げるかというところが、我々の持っているこの10万円給付金、これが実現するっていうふうなことについてすごい大きなポイントだということが分かりましたので、ここで一旦、ここ2年ぐらいお話しさせていただいてきたこの10万円給付金というところについてのシナリオをまとめさせていただきました。で、こういった給付金に関する動画っていうのは、新しい情報が出ましたらすぐにお話しさせていただいてます。で、独自に取材させていただいて、先ほどアンケートを取らせていただいたと、そういったものも発信させていただいてるんですけれども、本当にたくさんの方にご覧になっていただいてます。いつもたくさんご覧になっていただきましてありがとうございます。で、政治家の方も中には少しはご覧になっていただいている方いらっしゃると思います。毎回何万回か再生していただいているんで、何十人かは毎回この動画をご覧になっていただいているというふうに思ってます。そういった、たまたまご覧になった政治家の方にも、ぜひ我々の意見、我々一般的な国民がどんなことを思っているかということをぜひ伝えたいというふうに思ってますので、こういった給付金とか補助金に、賛成反対の一言だけでも結構ですので、ぜひご意見をコメント欄で入れていただければというふうに思ってます。当然その全部は実現しないとは思うんですけども、我々一般的な国民がどういうことを思っているかということについては、ぜひそういった、たまたまご覧になったこの政治家の方にも伝えたいというふうに思ってますので、ぜひ一言でも結構ですのでコメントを入れていただければというふうに思います。それから、今日この動画をご覧になっていただいている方は、その個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金について新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいています。給付金について新しい情報が出たらすぐに知りたい。
あるいは給付金の申請始まったらできるだけ早く申請してできるだけ早く給付されたい、あるいは給付金の、給付が始まったら確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金について新しい情報出ましたらすぐにお話しさせていただきますので、ぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただくことができるようになります。今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。また新しい情報ありましたらすぐにお話しさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。